今すぐ今週のジャンプの話を聞きたい方は概要欄の青い数字をタップしてお好きな話題にジャンプしてください。チャンネル登録や高評価なんかもしていただけると非常にありがたいです。またね、何の説明もなく1週間、いなくなりましたけれどもね、なんでいなくなってたのかっていうのは、自分でもよく分かっておりません。なんか、寝たりしてたらいつの間にか1週間経ってました。いや、最初はちょっと遅れて更新、水曜日とか木曜日とかに更新にしようかなとも思ったんですけれども、なんかね、1週間暑いし、雨も結構降ってる日多くて、それによってさらにもう汗ダクダクになって、すごく過ごしづらい日々を過ごしながら、頭もだいぶやられてきてですね、最近この前ちょっといつもと違う雑談形式の動画を、出したら、いつもよりはなんかちょっと初めましての人に構ってもらえたりして嬉しかったなっていう流れから、また別で用意していた、再生リストショートセラピーに含まれるであろう動画、を作りたいなっていうか、作れたらいいなっていう祈りを捧げつつ、そこに含まれる、その再生リストに含まれる他の動画ももっといっぱい半端なアイディアが思いついて、そのまばらに、祈りを捧げているうちに、もう次のジャンプが出てしまったんで、とりあえずこの暑さを何とかするためにこの夏はもう一旦もうやむなし、スポットクーラーとやらを、手に入れよう。そして、ショートセラピーの動画をいくつも出すための祈りを捧げることにこの夏は集中して、この週刊少年トランス毎週の更新に関しては、基本的に力を抜いて、これはもう休んでるのと同じぐらいの扱いっていう風にしようっていう風に考えましてですね。なのでね、先ほど言いましたね、お好きな話題にもうジャンプしていただいたところで、この冒頭のところでは、聞かれたら困るような話でもしたい話をするぞというね、ここら辺の話もね、過去にショートセラピーの動画の中で、触れていたりもします。ぜひ F ワードっていうタイトルのやつを再生していただけたらなと思うんですけど、というような前置きをした上で、聞かれちゃ困るような話をね、しばらくしてみて、そこ試みた上で、やっぱダメだっていう風に全部消して、今また一から喋り直しているところなんですね。よし、とりあえずここまでの説明は2分ちょいぐらいですることができたんで、はい、もうここからね、目次でできるだけ早くつけるんで、目次まだついてなかったとしてもちょっと多分ね、20分ぐらいまで進めてもらえば多分ね、マキシーンの話をしてるんじゃねえかな。ジャンプじゃねえんだね。とりあえずここからもうダラダラするんで、飛ばしてくださいよ。なんで聞かれちゃ困る話かって言いますとね、ちょっと話の中身自体がね、多分本当は慎重にしなきゃいけないような話なんだろうなっていう割には、俺はそこ正確に正しい情報で伝えることができなさそうだから良くないなっていう意識もあったりだとか、そしてそれ以上にあれですね、また違法にアップロードされている音源を聞きました。はい、ラジオのね、その過去回の俺だってさすがに先週の水曜日のダウンタウンを YouTube で見たりなんて、そういうね、ひどいことはしませんよ。じゃなくさ、その自分が生まれる前のもあるけど、生まれてからのやつも結構聞いちゃってるな。なんかその、自分がラジオにハマり出す前の、伝説のコーナーとかを、とりあえずちょっと知りたいなっていう好奇心から、そういうの再生してしまうことってあるじゃないですか。でね、しかもね、今回ね、まだ違法に聴取してしまった音源というのがですね、これがね、例えばね、そのライブスターの歌丸さんの音源だったらいいですよ。そのヒップホップの人で、そこら辺に関して結構寛容な、姿勢を取れ、最近はどうかわかんないけど、もともとは多分割とそこら辺寛容だったりする方の音源だったらいざ知らずね、明確にもうそんなの一切認めないとおっしゃっている、また伊集院さんのね音源をね、僕はついつい聞いてしまうんですね。でしかも、その中身っていうのが前回スティッチの話をした時にも俺仕掛けて、この話ちょっと不用意に触れていいとこじゃねえなっていうのでやめたんだけど、プリークリーの話なんですよ。プリークリーって、ちょっとスティッチ全く見たことない方のために一応前置きしておきますと、その第一作見る限りでもなんとなく、すごく大掴みなね印象だけで言ってしまうと、中性的なというか、でその続編とかの方まで見ていくと、なんていうんだろうな、
球にやって宇宙人なんですけどね、宇宙人のキャラクターなんですけど、地球にやってきて地球のその異文化と触れながらこれ自分の性別と向き合い直しているような場面っていうのが結構何度も出てくる。それがアイデンティティもなってるようなキャラクターだと思うんですね。でそのプリークリーのキャストを元のアニメでもそうですし、日本版のね吹き替えでアニメでもそうですし、今回の実写化でも結構キャスト変更されている中でスティッチと並んで、変わらずにってなってるキャストが三谷裕二さんであることってある程度意識的なキャスティングだったりするのかなっていうことをスティッチ見た段階で思ってたんですよ。だとしたら、意識的にやってるんだとしたらそりゃ結構なことだろうなというふうに間違いなく思えるんですけど、多分僕吹き替えでしか見てないけど、吹き替えじゃなく字幕で見てたとしても、元々のストーリー上その決して誇張されて表面的な上っ面だけのくすぶりとしてそういう場面があるわけじゃなく、ちゃんとそれが生きたキャラクターにプリークリーになっていると思うから、そこをちゃんと伝えるためには吹き替えでも必ずしも当事者じゃなきゃいけないとまでは僕は思わないんですけど、その正しく理解してる人に任せるっていうのは多分有効に働いてることじゃないかなと思うんですけどね。ほらこの辺もじゃあ気をつけて喋んなきゃいけないよね。こういうのって必ずしも当事者じゃなきゃいけないってことではないと僕は思ってます。てか分かってます。多分そうだよね。多分別に絶対そうじゃなきゃいけないわけじゃないよね。じゃないとそれはそれですごく偏見を持った考え方でもあるし、あと失礼なことでもあるから、そうじゃなくそういうキャラクターに当事者を割り当ててて偉いってとかって偉い的な話じゃなくて、その方が面白いからね。だってなんていうかキャラクターの特徴って記号的にその上っ面だけでやるよりも真に迫る人間味あふれる形やった方が絶対面白くなるからっていうことで、その意識的にやってるんだったらちゃんとそれによって面白くなってるんだろうなというふうに思うし、でそれがその実写版でもスティッチに並んでただ2人スティッチとプリークリーだけ同じキャストでっていうね、スティッチに関しても声特徴的だからさすがにイメージが強すぎるから変わっちゃうと違和感で見てらんないじゃんっていうのと同じぐらい、プリークリーはやっぱそのカリカチュアにならないようにちゃんと人間にして描ける人が演じないとダメだよねっていうところがあったのかななんていうことを思って、でそれを改めて、感じるためにその意識的にやってる可能性これ高そうだぞって思ったきっかけがその違法に、再生してしまった動画なんですけども、しかもそうだ、喋ってから思い出した。さっき一回喋りかけてからこれ全部消したのが、この話別に結論ないんだった。意識的にやってんのかなっていうだけのことになるんだった。この後もかなで終わりますから、飛ばしてくださいよ。でその違法に、再生してしまった動画の中で分かったことっていう、その具体的な内容まではもう全部言いませんし、探しちゃダメですし再生しちゃダメですよ。そういうのはねダメですから、違法ですからなんですけど、そこで知ったのはどうやら三谷裕二さんは割と近しい仕事仲間とかにはもともと全然隠してなかったっぽいっていうことを僕今更ながら知ったんですよね。僕の知ってる、時期で言うと2010年代前半とかなのかな、テレビのバラエティ番組によくね三谷裕二さんと日高のり子さんが2人で出てるのを見かけることがあって、その頃はグレイゾーンっていうキーワードとともに明言は完全なカムアウトは多分そのメディアに載せる形ではしてなかったんでしょうねのイメージもあったから、前回スティッチの話した時にはちょっとそこなんか不用意に触れるのはなんか陰謀論じみてるし、しかもなんかコレクトネスの方に引っ張られた、ちょっと逆にそれむしろ差別的だろうっていう話になりかねないなと思ってプリークリーの話あんまりしないでおいたんですけど、思ったよりそういうところも含めてリロ&スティッチ信用していいのかなーってね。だからやっぱ結論がね、でもリロ&スティッチね、やっぱそういうところが確実にさ面白くしてる作品じゃん。シリーズ通してで言うと第一作には出てこないけど、なんだっけな、スティッチの1個前に作られてたやつだっけ、なんかサンドイッチを作りまくるキャラとか、俺プリークリーと同じくらいキャラもすごい好きだったので、特に一番最後のやつがリロイ&スティッチの時にすごい良かったんですけど、でもちろんリロもスティッチもそうであるように、ちょっと他の人に比べるとなんか少数派な特徴を持った人が自分が同じ立場という、必ずしも自分が同じ立場で見てるっていうわけではないのにもかかわらず、なんかこのキャラ共感できるって思える感じが面白くしてるアニメだと思うから、思った以上に吹き替え版も含めてなんか信用していいのかもなーってね信用してもいいの
かもな。ついでで言うと僕はその三谷裕二さんがバラエティ番組に出てた頃はちょっと子供だったってイメージだけど、俺そんなに子供でもなかったかもしんねえな。もう中学生ぐらいではあったのかもしんないけど、何にも分からずに見てたんですよ。ほーんと思って見てたんですけど、後にねなんかカムアウトされた時の取材インタビューだったのか、いやじゃないかな、なんかでこう語ったみたいな、すごいざっくりでまとめたネットの記事だったかもしれないけど、確かお兄さんが会社勤めをされてて、そのお兄さんが、定年退職するまでは、はっきりは言わずにある程度隠しておきたかったっていう風に確か三谷裕二さんが言ってるっていうのをなんかで読んだ覚えがあって、その時に社会ねって思ったんですよね、俺は。そのバラエティ番組の中で扱いやすいグレーゾーンとかでギャグみたいに言ってる時期はちやほやしておいて、社会ねってその頃なんか思った覚えがあったんですけど、なんかね、そのね、違法に聴取した過去のラジオの音源聞いたらね、もしかしたら当時の時点で別に分別のある大人たちは分かった上で、本人がはっきり明言はしないっていう選択をしてるんだったら、それを尊重しようっていう動き方だったのかなっていうことにも今更ながら気づきました。社会のことももう少し信用してもよかったのかな。いや、社会のことを信用してもよかったのかなだと、もう俺が取り返しがつかないぐらい社会を壊した後の発言みたいになっちゃうけど、なんとなくね、僕の人生としてあくまで僕の主観で体験したことのその順序とか、のせいなのか、どうしてもさ、そのね、テレビとかのマスメディアで都合のいいように消費して、その結果本当のデリケートなところに関しては消費しといたくせに責任負いませんみたいなイメージがちょっとあったんですね。そういうパターンで、例えばですよ、その自分のセクシャリティに慎重に時間をかけて折り合いをつけている途中の若者をテレビとか、テレビだけじゃないですね、いろんなメディアとか、そして我々大衆で、我々もその一部なんですけどの都合で、本当に都合のいいキャラクターとして型に当てはめて、例えばですけど、これが新しい時代の理想の男性像です、父親像ですみたいな形にしてね、消費した挙句本人がごめんなさい、ちょっとそのキャラ引き受けきれないです、やっぱ私違いましたってなったら、みんなで突き放して、バッシングして、で取り返しのつかないような事態にっていう例もあるじゃないですか。っていうか、僕はもうそれが記憶に焼き付いて離れないんですよね。ぐらいの時期には、自分の主観として経験した時期で言うと、その頃は僕はもうね、高校生とか高校をもう卒業した後とかにかけての出来事だったんで、物心ついていたと言って過言でないですね。なのでその頃にはもう加害者たる社会、大衆の自分が一部だったなっていう感触がものすごくあるんですよね。みたいな出来事に類するものとして、その三谷さんがグレイゾーンというキャッチフレーズとともにバラエティ番組でブレイクしてた、時期のことを記憶していたので、そうでもなかったのかね。三谷裕二さんの場合は割と本人の意思で割り切って、バラエティ番組ではこういう風に振る舞います。で、別にずっと出続ける必要もありません。自分のタイミングで時が来たら別に、発表するんで大丈夫ですっていうことでうまくやれてたのかもなーっていうことに今更ながら気づいたりして、じゃあ部分的には社会のことを信用してもよかったのかな、どうだろうかな。相変わらず結論がやっぱこの話出ないですし、そしてやっぱり不用意にされるべきじゃなかったですね。本当に飛ばしておいてもらってよかった、目次があってよかった、ここ誰にも再生されてなくてよかったです。何にせよこの話全体のなんか要素を拾って結論を無理やりつけようとすれば、とにかく俺はリロ&スティッチにすごくハマったということと、リロ&スティッチにハマる前から子供の頃になんとなくちらっとテレビで見かけてたアニメで、プリークリーというキャラは声とともに印象的だったんで、実写版でも僕のイメージするプリークリーの声と喋り方のままでやってくれてよかったなっていう。っ
っていうことですね。はい。で、この後はあれです。マキシーンを見てきた話を、そして、X、特にパールに僕がドハマりしているっていう話を、するんですが、一旦ちょっと休憩してから喋っているものとして聞いていただきたいと思います。このゾーンは誰も聞いてないから大丈夫なんだったね。気にしなくて大丈夫なので、うっかりこの部分再生しちゃった人がいたとしたら、この後全然、違う話をまた平気で僕はしていますが、ちょっと時間が経った後の人だと思って許してあげてください。必要経費のコーナー。毎週ジャンプの話をするにあたって少しでも早く過去のジャンプ作品も読破するべきである私セレビ100連発が今週そのための金銭的時間的経費を避けないほど見る必要があったものを紹介するコーナーです。今週かな、いつ見たのかな、なんかもうね久しぶりだから分かんなくなっちゃってますけどまあ前回から今回までの間に見たのがマキシーンを見てまいりました。まだ多分映画館でそこそこかかってんじゃね、あ、どうかな、もう、まあ、都会の人だったらまだ見れるんじゃないですかね。すっげえ遅ればせながらなんですけど、X とパールとっていうなんかシリーズがあるらしいっていうのは知ってて、なんかホラー映画なんでしょと思ってたんですけど、なんかね、ひょんなことからね、マキシーン、その3部作でこれで完結らしいのが映画館でやってるし、っていうような情報を教わって、まず X 見てみたんですよね、アマプラでね。全部アマプラ独占で見れるのかな。X 見て、X はまあ、なんか多分こういうホラー映画の定番みたいなのに詳しい人だったら結構元ネタとかに気づけて面白いんだろうな的な、なんかそっち方面の映画、詳しい人が見ると元ネタとか分かって楽しいんだろうな系の映画かなっていう風に思ったんですけど、続くパールを見たらね、多分世間的な評価ももうそれでみんな一致してると思う。パールがもうやばすぎて、でもいきなりパールから見るのもな、まあでもそれでも楽しめるとは思うけど、X 知ってるとよりっていう感じなんですけど、もうパールが最高で結構何週もねあっという間に見ちゃいました。マプロで一人で何回も見返しちゃいました。に続く完結編マキシーンっていうことでね見ていきました。まあ、結論から言うともう大満足なんですけど、X パール見た上で見た方が楽しめるっていうよりは、そのなんかどういうことをする映画なのかっていうのは知っておいた方が、なんつったらいいんだろうな、ポストモダン違うか、なんていうのああいうの、一見ただのジャンル映画ですよっていうその枠を逆手にとっての目配せ多めなタイプの映画であるっていうことだけ知った上で見に行けば多分十分に楽しめるんじゃないかなというふうに思います。マキシーンまで最高に良かったですね。まあね、その元ネタがいっぱいあるんでしょうけれども、そこら辺のことに関しては僕は何にもわからないので特に言うことはないです。そこに関してはね、やっぱね、僕の大好きな、ブラックホール、それからムービーウォッチメンですよね。この両方ともで、3部作全部特集されてるんで、それも込みでやっぱ楽しんだっていう部分は結構強いかな。じゃあ1個だけその2つの番組で触れられてなかった、僕独自の的外れ考察一発いくね。X の最初の一番最初始まってすぐのところだよねが、まあその X という映画のその劇中の時代で登場人物たち主人公たちが作っているなんかね、当時の映画館でかかったのがそのサイズなのかな。そのサイズの映画って俺見たことないから分かんないけど、昔のそのアナログテレビの感じ4対3の画角ですよね。多分主人公たちが作ってる罵声の映画館でかかるような過激な題材の低予算映画みたいなのがその4対3の画角で作られていることが多かったのかなの画面に一見見えるようなところから始まって、実はそうではなくてそれはその暗いところから、覗いてる画角でちょっとずつカメラが前に進んで画面が開けていってっていうところから始まるっていうね、これもねいきなり目配せから始まる感じがあるんですけど、と同じように2作目パールも、2作目パールは別に劇中の時代がそのサイズの映画が作られて、でも途中ちょっとあったな。だからそれもそうなのかもしれないけど、まあでもその意味よりは1作目と重ねて、同じ場所なのに時代が変わるとこんな風な景色だったんですよっていうのを見せてから始まるみたいに、今回も、絵が始まってすぐの画面ではないものの割と最初の方のシーンで暗いところから覗いて、外の明るいところが切り取られた画角が作られているみたいな、そういう画面から始まるところが結構最初の方にあるんですけど、そこがね縦に長い細い隙間がちょっとずつ扉開いて横に広がっていって、これでまた4対3のこのシリーズのおなじみの最初の画面になるのかなと思ったら、結構縦長なまま、主人公マキシーンが入ってくるっていう感じになるのかな。
ね、それを見て僕なんかはね、実際にはちょっと違う、もうちょっと横幅広く映画の中ではなってましたけど、縦長であるっていうことでね、そのスマホの、しかもその縦型動画、TikTok とかそういう系のメディアのあたりまで、この映画のテーマとして射程に置いてるのかななんていう的外れな考察をしました。これは多分間違ってます。それを狙ってるんだったらもっとスマホのサイズの縦長感にするはずだから、にしてはちょっと横幅ありすぎたんで、これは僕が勝手にこじつけてそう解釈してるだけなんですけど。というようにね、僕から言えることはとにかく面白いんでおすすめですよぐらいのもんで、別に今回はこのチャンネル独自のことは特に言えないんですけど、でもね、なんかね、で、映画見た後にいろんな人のレビューとか聞いてみたりとか、なんか SNS の感想とか見かけてみたりとかしてよかったなと思ったのは、割と皆さんこの映画を見て、そのハッピーエンド、前向きな結論に着地したよねっていう風に捉えてるみたいなんですよね。で、言われてみればそういえばそうかと思ったんですけど、僕は単純に映画館で見た時には僕はかな、バッドエンドとまでは言わないものの、恐ろしい感じ、パールと同じようにマキシーンというパールを超えるような新たな怪物が誕生したってことだっていう風に思ったんですよね、最初。第一作から繰り返される私らしくない人生は受け入れないだったかなっていう漠然とした標語も、具体的なここがゴールっていう目標を決めてない以上、この主人公は勝ち続ける限り戦い続けてしまうんだ、満足することを知らないんだっていう意味だと、エンディングの映像もエンドロールの時の映像も、この主人公はもう死んでも上を見続けて、でその欲望は空を越えて宇宙の果てまでも終わることがないっていう、そういう結論なんだっていう風に僕は解釈したんですけど、でその後にハッピーエンドとは言わないまでも、前向きな結論出してるよねこの映画っていうような感想に多く触れて、そうかって思い直した上でもね、やっぱりね、そのエンディングの印象っていうのはね、僕の中では覆らないと思う。少なくともこの映画3部作の中で描かれたのはそこまでの話で、満足することを知らずにまだまだ上を目指し続けるっていうところで終わってるよなというふうに僕は今のところ解釈してます。もしかしたら時が経ってから思い返して変わるかもしれないけどね。ただ別に僕のこの印象もその前向きな終え方してる映画だよっていう解釈と別に矛盾せずに持つことできるなと思ったのは、この映画で描かれてるところではそこまでっていう話であって、この後にもしかしたらなんかもう少しリアルな充実みたいなものにたどり着くこともできるかもしれないし、でその片鱗は間違いなく今回の第3作ですよね。マキシーンの中ではそういう片鱗がいくつもあったなというふうに思いました。いろんなところでの連帯とか、意外と助けてくれる人とかいたし、そして主人公もそういう動きをする場面があったし、でなんだかんだね思い返してみたらね、一番感動できたシーンはマキシーンの中で言うとそういうシーンだと、主人公が仲間のために助けに行くかーって静かに決断するところが一番感動系では印象に残るシーンだったから、ってことはその解釈も同時に存在するなっていうふうに思いましたね。なんかね、そこら辺のその運びの良さはね、ぜひ見ていただきたいんですけど、一回ド派手にその戦の支度をして戦に臨んで、で頼りになる仲間もいて、悪いやつをちょっとホラー映画的な方法ですごい強烈なぶっ倒し方して家帰ってきた上で、今度はさっきの作戦に臨む時ほどの派手な感じじゃなく静かに行くかーってなるんですよ。そこがしみじみとすごくいいんですよ。でそれは最初の派手な作戦の方がちゃんとかっこよく様になってるからこそね、ギャップがついていいんですよ。でそこでのね、なんかね、ああいうのなんていうスプリットされた画面のスプリットだね、画面がスプリットされるところの描写とかもお化粧をするシーンなんだけど、そこで無理やり一応ね、毎週ジャンプの話をするこの動画なんでにこじつけるならば、僕が過去にね青の箱のセンターカラーの時に話した気がするんですけどね、化粧をしてるっていうのは、化粧をしている場面っていうのは戦の支度のなんかポルノ的喜びがあるんですよね。その行為そのものを見て、文脈から切り離されて見ていて楽しい部分がある、そういう場面だと思うんですよね。だからジョン・ウィックの掃除の場面とかにも通ずるような、特に映画における料理、掃除に並んで化粧っていうのはやっぱポルノ的、なんていうの、そのポルノ的喜びになるものがあると思うんですけど
これまでにこのシリーズにも多分毎回入れてるんじゃないかな。その画面がスプリットする場面の中でも一番それがなんかまっすぐに正面から決まってて一番かっこよく、見てられる場面になってたと思うし、でしかもねそれを思った上でやっぱねパールのエンディング見るとね、あれエンディング全部ことが終わってしまった後の場面だけど、でもあれもそのパールというキャラクターが完成するための戦の支度みたいなところもあったのかで、あの悪夢的なスプリットもそれはそれで良かったなみたいな見え方がまた変わってきた。マキシーン見た後で俺 X パール見返してないが、また見返したいな。やっぱり明らかに第一作 X は僕はホラー映画とか全然詳しくないから、そのジャンルに詳しくなくて元ネタわからない上で見るとちょっとそれだけではっていうところがあったから、パールを見た上で見ると X はね明らかに面白さ増すんですよね。っていうので言うとね、またマキシーン見た上で X パール両方ともね面白さ増してると思う。本当にシリーズ全部合わせて3本ともおすすめした映画でした。早く見返そう。今週は見たのそれだけですね。F1 がねもうやってんだよね。F1 かな。 F1 はちょっと単純にこの前トップガンマーヴェリックアマプラで見てよかったから見たいなと思って、でもそんぐらいかな。で F1 も別に見に行かないかもしれない。何せこれから7月に入ったらもうね、こっからもうラッシュですから大変ですよ。こっからワクワクですからね。といったあたりで、行きまジャンプの話。もう20分以上喋ってる。週刊少年トランス。この動画は私セラビー100連発が大好きな週刊少年ジャンプを読んでぶっ飛んでしまう様子をお楽しみいただく自主制作ドキュメンタリーネットラジオです。今週全体まとめてみるとなんでしょう、一番面白かったのなんだろうな。なんかこれっていうのが選べないかも。どれもねいいですよ。やっぱ神楽鉢とかが目立つけど、神楽鉢ワンピースあたりがもちろん目立つけど、全然ねやっぱねこのね新連載がいっぱい立て込んでくるうちにね後ろの方までびっちり面白いですから、ちょっとがっつりジャンプ全部目通してみようかなっていう読み方を始めるのに、この新連載がいっぱい始まるときはぴったりじゃないかなというふうに思いますよ。それでは今週私が特にぶっ飛んだ作品を振り返ってまいります。今回は2025年31号、表紙と関東カラーは新連載3つ目ですね。駅伝ブロス第1区信長と48人の兄貴。ナンバリングいいじゃん。やっぱ変わった単位でね数えてほしいんでね、よかった。久しぶりにそういうのが来た。中身的にはどうなんでしょうね。駅伝っていうのがさ、なんかねジャンプの漫画で駅伝ってこれまであったのかな。なんかねちょっと俺がスポーツ漫画に疎すぎるからっていうのもあるけど、ちょっとフレッシュでいいですよね。でしかも駅伝って確かにあれだよね、監督と監督の奥さんで寮を切り盛りして、そこで選手たちを育てるみたいな話ってなんか聞いたことある。でそこの監督の子供が主人公っていうことなんですね。まだねこれね本編始まった段階ではね、多分高校1年2年生ね、1年生かなとかだと思うんですけど、こっからまた大学に入ってとかっていう話になるのかな。ただねちょっと第1話だけじゃまだわからないのがね、だからヒロアカとかでもそうですけど、前日譚的なメインとなる、おそらくこの漫画でいうと大学生生活がメインになると思うんですけどの前の高校時代っていうところでライバル的なキャラがすでにいて、彼とは今後どういう感じなのか、できればちょっとずっと出てきてほしい、同じチームになってほしいなって思うんですけど、ここら辺の前振りはまだそんなになく、もっと先の話を第1話の最後の方ではしてるっていう感じなんで、第2話見るまでは分かんないですね。あとなんだっけ、一周休んでる間にもう1個新連載が始まってるんですよね。それだけ今回の新連載4連弾のうち唯一スポーツ漫画じゃないやつですね。それの話は機会があったのにしようかな。神楽鉢第84話傷の者たち。今週は多分ねジャンプ読んだ人たちの中でね、少なくとも絵がかっこよかったのどれって言ったら、神楽鉢が圧倒的に選ばれるでしょうね。いつものことながらね、でもにしてもね展開も熱いしね。ストーリーの方はねちょっと主人公たちがねまっすぐすぎてね、俺の目には眩しすぎてちょっと目が焼けちゃいそうなんですけどね、どっちかというと田村さんの気持ちが分かるぐらいまっすぐすぎて眩しいなっていう感じなんですけど、何せ今週、僕がいつも言ってる、あえてあんまり動線書かずに空中で身をよじってるところの瞬間を切り取るような書き方とかも割と今週もしてくれて、だから元々の神楽鉢最初に会った時にうわフレッシュだなって思った書き方とかも残してくれながら、やっぱ
むしろ今それなりの期間連載を追っかけてきて、この他の先生の持ち味だなっていう風に感じになってきたのは、いろんな描き方、絵の演出バンバン新しく取り入れて試すっていうところの方がメインの特徴かなって思うぐらいに、今週、これまでの魚眼レンズとかさ、あとなんていうの、その単純な絵の描き方自体新しいのもあったけど、今週一番は他にもあるのを結構飛ばして言いますけど、一番はやっぱさ、一番最後の決着とまでは本当に来週見てみないことにはどうなるか分かんないですけど、そのガンってぶつかったところをそのものは見せずに水面の方を見せることで、そのぶつかった2人のシルエットと、そしてこうなんかエネルギーが波紋を作る感じとで見せるっていうのが、かっけえ、今週もかっこよかったっていうふうに思いました。ワンピース第1153話ロキ誕生、ハラルドの過去の話っていうところまで来て、今週でロキが生まれたんで、どっちかというとロキ視点での過去編っていう感じにしばらくなるのかなと思うんですけど、なんかさ、エッグヘッド始まった時にさ、誰だっけな、ちょっとサテライトの誰が誰だか忘れちゃったんですけど、なんか若干アトム風味というか、なんか手塚みを感じるロボっぽいやつとか出てきたなとかっていう話をなんとなくした覚えがあるっていうか、結構多分みんなそんなこと言ってたかもしれない当時っていうイメージがあったんですけど、今週またさ、なんかちょっと感じたのがさ、具体的にどこが何の何とかは思い出せないんだよ。てかそんなに別に手塚治虫の文いっぱい読んだことないしなんだけど、特に一番最後のページのロキの感じとか、なんかふっとなんか手塚っぽいってちょっと思ったんですよ。なんだろうね、あと同族殺し感とかね、この重めのテーマ、なんか、今のところまだ別に殺しはしてないけれども、親に殺されそうになった赤子とかで、これから一応表向きの歴史でそのエルバフの中でロッキーがハラルドを殺したっていうことになってるけど、本当はみたいな話になってくるのか。だけど母親の方に関してはね、ちょっとこっからどうなの、ロキがかなーっていう感じもしたりとか、なんかね、そんな気がしたんですよ。てかあれかな、単純に壁を押し登ってるところが火の鳥の黎明編とかを単純に連想したのか。あとなんか角生えてる赤ちゃんが生まれてきたのは羽衣編とかあとね、結構エルバフの中のその婚姻の制度とかで、なんか結構大変そうだなみたいなことがかなりポンポンテンポよく書かれちゃってて、はしょられてるところもある感じなんですけど、あと他にもね、ハイルディンのお母さんの方、そのだからハラルドとエルバフの王ハラルドと結婚できなかった方の人が、奴隷ではなくてあくまでもパフォーマンスだから、そこのサーカスの支配人みたいなのから本当にひどい扱いをされてるわけではないものだから、要はフリークスですよねっていう、若干ね 100% その肯定されるものだろうかみたいな立ち位置を割と良しとしている。でもこの人の方が他のことに関しては基本、このお母さんの、ハイルディのお母さんの方がハラルドよりもよっぽど進んだ考え方をいろいろしてる感じとかの、結構なんかそれぞれみんないびつだったりするなっていう感じも、なんか普段のタイムラインの中でこのペースでポンポン書かれちゃうと、ちょっとそこなんかもうちょっと丁寧にバランス取っておってノイズになったりするかもしれないけど、ここ過去編なんでね、しかもワンピースのこれまで書かれた歴史の中でも相当過去になると思うんで、なんとか魚人島の過去編とかにも通ずるような、こういういろんな複雑なのをなんとかみんな飲み込みながら乗り越えて今があるんだなっていうような感じです。これ読むとやっぱね、エルバフ最初着いた頃の、エルバフって意外とこんな場所なんだとかの印象もまた見え方変わってくるかなっていうふうに思いました。忍び事第39話いい忍者、まさかのね、ちょっとねキャラクターの名前がねちょっと僕は怪しいんですけどね、主人公チームの彼の名前は何ですか。彼はその生まれつきの特殊な能力を持ってるはずの結構いいお家柄なんですけど、その力が目覚めてなくて、なんかお姉さんが登場してからはお姉さんから落ちこぼれ扱いしてるらしいっていうことが最近新たに明らかになったキャラクターでしたが、彼の名前は海猫か。で海猫のお姉さんの名前がそのお姉さんが本当は何を思ってそんなに海猫に厳しく冷たく当たって、お前忍者向いてねえんだよ、忍者早くやめろよみたいなことを言ってたのかが明らかになる場面っていうのがね、結構ねこれはなんか
これ好きなやつですね。ちょっと違うんだけど、あっちの方がより口調とかもガラッと変わって過剰なほどドラマチックなんだけど、ソイフォンと夜市のね、戦いの時とかね、で海猫のお姉さんの名前今週やべえ出てきてねえんじゃね。今週本編の中で海猫のお姉さん名前呼ばれてないわね。とにかくそこがね、なんか俺の好きなやつだなって思ったっていうのと、あとここでちょっと揺らいでるんだよね。ずっとそこ本当の自分の、気持ちを、伏せてて、ついに本心を海猫がその場からちょっと離れてる時に吐露したっていう感じじゃなく、全然まだ強気な態度ではあるんですが、ちょっと打ち明けてくれた感じとかが揺らいでるのかなって感じで、このお姉さんと戦ってるこっちはスズメか。スズメもいいキャラなんだよね。そう、スズメが何しろいいキャラで、実は今週ちょっと裏 MVP な感じがあるのが、お姉さんとスズメの戦いで、勝ったのは海猫のお姉さんの方なんだけど、でもいつものペース保ってるのはやっぱセリフ回しの感じで見てると、スズメの方が全然いつもの調子なんですよね。この辺だよね。忍び事どうやらこの辺だな。自分の調子、その日常界のユーモラスな感じを維持して喋り続けられるやつが勝つっていう感じがあるなっていうのが見えてきました。じゃあ今週はトイレに行きたくなったからここで終わりにします。今週のトランス、2025年31号のジャンプ掲載作品で一番ぶっ飛んでいたキャラクターを私セレビ100連発の独断で決定するんですが、ちょっとですね決まってるんですよ、自分の中で。今週一番ぶっ飛んでたキャラクター、ちょっと好きな展開だなっていうのがあったんですけど、ちょっと本編確認してみても今週名前が出てないんでちょっと分かんないですよね。海猫のお姉さん、今週のトランスは海猫のお姉さんなんですけど、参りましたね概要欄にはちょっと調べて書いておきます。調べても出てこなかったらもうじゃあ剥奪します。名前が調べても出なかった場合はもう該当者なしというふうになります。さあどうなってますでしょうかね。皆さんはご存知なんでしょう。もうね見てもらえてるんでしょう。僕には分からないですね。楽しみですね。週刊少年トランス、今週はナンバリングがいいですよ。第125区終わり。